こんにちは、萌えです。今日も聞いてくださってありがとうございます。ポッドキャストに出てくるいくつかの語彙を画面の上に出していますので、わからない単語があったら見ながら聞いてみてくださいね。今日のテーマは人に伝えるということです。皆さんは日本語で言いたいことを伝えるのが得意ですか？オンラインレッスンをしているんですが、日本語を使って誰かに説明しようとしたとき、なかなかうまく伝わらないという話もよく聞きます。今日は伝わらない理由について私の考えをお話ししたいと思います。日本語で話をするとき、皆さんもし伝わらないってなったら、どうしてうまく伝わらないと思いますか？日本語が下手だから説明できませんとか、頭の中では分かっているのに言葉が出ませんとか、そんなお悩みも聞きました。で、私も初めはそうなのかなと考えていたんですが、教える立場としていろんな方を見てきて、今は少し違うことを感じています。それは日本語が原因じゃない場合もすごく多いということです。今日の結論を先に言いますね。人に伝えるためには、何を言うかとどう言うかの2つが大切と私は思っています。語彙や文法はもちろん基本として重要ですが、この2つがうまくないと、いくら語彙や文法を知っていても言いたいことが伝わらないということもよくあります。逆に、この2つができていれば、初級の語彙を使うだけでも相手に何が言いたいか伝わります。これは日本語に限らず、どんな言語でも同じだと思います。まずは何を言うかとどういうかの何を言うかという部分についてお話ししたいと思います。例えば面接や学校でのスピーチ、こんな説明をしたいという内容が頭の中にあったとき、どこから話すか、どんな順番で話すか、どこまで説明するか、皆さんは先に考えていますか？これは内容なので、つまり何を言うかの部分ですよね。ここで一度考えてみてほしいことがあるんですが、母語で同じ内容を説明できますか？これ結構大切です。もし母語でも説明が難しいなら、日本語でうまく言えなくてもそれは当たり前です。日本語だからできないのではなく、まだ整理できていないというだけかもしれません。なので、言いたいことがあるとき、まずは母語で言えるのかというのを考えてみてください。もしできないのであれば、母語で頭の整理をする必要があります。日本語を勉強しているのに、なんで母語なのと思いませんでしたか？それは母語の方がたくさんの言葉を知っていて、より良い表現を出すことができるからです。初めから母語で考えず日本語で考えるというやり方もあるんですが、それは本当にたくさんの言葉やたくさんの文法を知っている上級者になってくればこそ使えるものなので、上級者の方でもやっぱりうまく通じないと思っている方は、一回母語で考えて母語だったらできるかっていうのも考えるのもいい方法だと思いますよ。例えば一つ、皆さんがおすすめの旅行スポットってどこですか？これを説明したいとき、皆さんだったらどうやって説明しますか？それからどんな内容をその説明に入れますか？それを母語で説明できますか？日本語で説明できますか？もし母語で説明できるのであれば、日本語の力が少し足りないのかもしれません。もし母語でも難しいという場合は、内容を考える力というのをつけると、もっと日本語でもうまく言えるかもしれません。そもそも話したいことが何もないという方もいませんか？どこがおすすめって聞かれて、いや特におすすめないんだけど、みたいな。私の意見なんてみんな興味ないでしょ、みたいな方、たまにいらっしゃるんですが、そういう方も同じだと思います。
今日何をしましたかと聞かれて、ご飯を食べましただけ毎日答える学生さんも実はいらっしゃいます。これ、例えばですね、ご飯を食べたという行為に注目するといつもと同じになってしまうんです。でも、ご飯を食べてどうだったかという気持ちや内容に注目するといつもと違うことが見えてきます。例えば、いつもは全部食べれるのに、今日は少ししか食べられなかった。なんでだっけとか、今日はいつもと同じ作り方したのに美味しく感じた。なんか自分の気持ちが違ったのかなとか、天気が良かったのかなとか、あとは子供に邪魔されて急いで食べなきゃいけなかったから今日は忙しかったとかですね。例えば毎日おにぎりを食べていたとしても、そこで起きることとか気持ちとか状況によってはいろんなことが変わってくると思います。そこに注目すると、ちょっと話すことが増えますよ。何もないというのも皆さんの意見で大切な情報なのですが、日本語力や考える力を上げたいときは、そのようにいつもと違うところに注目すると、もっと考える力というのが上がると思います。では次はどういうかの部分です。それは相手のことを考えているかどうかというのが大切になってきます。これは日本語ができるできないの話ではなくて、どういうかという部分、ちょっとお話ししていきたいと思います。皆さんの母語では相手を考えて話し方を変えますか？例えば、お母さん、お父さんと友達への話し方、上司、部下などの立場とか、あとは相手が元気がないなとか、今日はすごい元気だなとか、気持ちに合わせた話し方など、相手の状況とか相手によって使う言葉や文法を変えていますか？伝えるときに大事なのは、相手が何を知らないかとか、どんな気持ちでいるかとか、どんな立場なのかというのを考えることです。相手を考えたときに、どこから説明すればいいか、相手は言葉の意味を知っているのか、前提は共有できているのかという相手を考えることによって、何を言うかの内容がどういうかに変わってきます。これは言語能力というより、相手を知るコミュニケーションの力です。さらに、やってくださいみたいなお願いの仕方がいいのか、やっていただけませんかというちょっと人に聞く言い方の方がいい。他にもなんか元気がなかったら元気出せよじゃなくて、ちょっと遊びに行こうよみたいな言うべき内容というのは相手によって変わりますよね。言葉遣いももちろんですが、話すべき内容も変わってきます。こんな感じで、どういうかというのもとても大切な話です。相手によっては、ここまで何も知らないから全部説明しようと思うかもしれませんが、そんな全部の説明いらないよという方もいますよね。相手を見ながら、どこまで言うか、何を言ったら伝わるかを考えるのも一つのポイントだと思います。こんな感じで2つお話ししたんですが、今説明うまくいってないなと思った方はチャンスです。このポッドキャストを聞いて、何を言うかとどう言うかについて今後は注目して話してみてください。何を言うかちょっとわからなくて止まってしまう時間、沈黙になる時間というのもあると思います。でもその時間は無駄ではありません。むしろ今伝えようとしている証拠なので、頭の中がフル回転しています。フル回転しているということは、この先日本語のレベルアップができるということだと信じて練習してみてください。なんか話をされたらすぐに返さなきゃって思うかもしれないんですが、そんなことはありません。言いたいことがあると伝われば、大抵の人は待ってくれます。今考えている途中とか、まとめようとしている途中というのは、本当に勉強に役立ちます。これは日本語のネイティブでもよくやる方法で、なんか言いたいことが伝わってないなって思ったら、あれちょっと今の分かったとか、あれそうじゃなくて、
みたいな感じで言い直したり、相手の様子を見ながら伝わってないなと思ったら別の言葉に言い換えたり、伝えるための力というのは語彙や文法だけではなく考える力もとても大きいですし、これは日本語と同じで練習しないと上手くなることはできないです。ちなみに私は言いたいことを言葉にするのは苦手です。なので、考えが必要な時はすぐに口に出さないで、一度テキストにまとめてから話すように心がけています。最後に、日本語でうまく伝えられないと感じた時は、母語で説明できるか、相手を考えた言い方をしようとしているか、この2つを少しだけ考えてみてください。このポッドキャストでは、実際の生活や仕事でよく出てくる日本語や、日本人のちょっとした感覚について、私なりに自由にお話ししています。リスニングの練習やシャドーイングの練習にも使ってくださいね。いいねやチャンネル登録をお待ちしています。